皆さんこんにちは。アシッドコーヒーの塚田健太と申します。よろしくお願いします。YouTube を始めます。さて、まずですね、ドリップでもしようかなと思いまして、最近リリースしたラオス、こちらをですね、いい感じにドリップしていこうと思います。ドリップのやり方3種類、フル、ハーフ、アイスのレシピでやっていこうと思います。では、まずはラオスのティピカからね、豆は 16g 使います。これね、作ってるのが日本人なんですよ。日本人のですね、メガネのおじさんがですね、ラオスの農園でルアンプアバーン、知ってますか？ルアンプアバーン、クインシーの滝だったかな、なんかいい感じの池みたいなのがあるね、東南アジアですね。僕もバックパッカーの時にラオスはね行ったことあるんですけどね、なんかなんもない、結構なんでもない街ですねでなんかアジアのコーヒーって正直あんまりこう期待されてないんですけど、ここ結構ちゃんと作ってるんで、豆が結構硬いですね。ほら、なんかわかるかな、これティピカなんですけど、もうザ・スペシャルティのフルーティーフローラルな印象があります。よし、よし。で、ですね、コツがあるんですけど、抽出するお湯と抽出されたコーヒーって両方測りたいですよね。なんでこう2台ね、こうちっちゃいの使って両方測る人もいるんですけど、これスケール1台でできる裏技があります。ドリップスタンドがある場合なんですけど、まずこれ0にしますね。でサーバーの重さを測るんです。はい、141.7、142ですね。そしたらこのサーバーの重さが 142g なんで、中に 100g のお湯が入ってる時は242ってなりますよね。で今回 200cc のコーヒーを取るので342ってなった時がちょうどこのお湯が200g だっていうことになります。はい、なので最初にこのサーバーのグラムを測っておいて、なんかどっかにメモっておくととてもいいと思います。でパラゴンっていうね、この機械を使いますね。パラゴンこんな感じで氷でうちは冷やしてます。冷凍庫入れちゃってもいいんですけど、冷凍庫入れるとギチギチのキンキンになっちゃって結構コーヒーぬるくなるんで、このぐらいの冷たさです。はい。パラゴンの効果は？パラゴンの効果、そうですよね。パラゴンがこのキンキンに冷えてることによってこの蒸発しちゃう香り成分を液体にすることができるらしいというですね。なんか摩訶不思議な、本当かよって思ったんですけど、やってみると確かに違うんですね。で浅煎りコーヒーなんでね、こう深煎りみたいにぷくっと膨らまないので、また一つコツがあります。左手にスプーンを持っててください。いいですか？何かに使います。ではまず蒸らしのお湯を 60g 注いでいきます。最初ちょろっといって、1滴目が落ちた瞬間バーッとねいってください。でスプーンで攪拌します。サイフォンとかでねよく使われる技術なんですけど、この粉とお湯を混ぜてあげて、まずここを均一にしてあげるっていうのが抽出効率を上げるコツでございます。今60って言ったけどね、54とかなってますね。ちょっと塩梅ですね。で30秒経ったら2投目を注いでいきます。ぜひケトルはですね、左手をこのお尻に持ってですね、こう全体が体全体がぐるぐる揺れるように
やるといいですね。でこれで160まで注いでいくんですけど、120まではなるべく細くいきます。120超えたらこの外側の粉も落としちゃってください。はい、浅煎りなんで雑味の絶対数がなかなか少ないです。なので粉を完全に浸してしまってもそんなに雑味は出ません。あとこの高濃度リッパーの特徴、ここがくっついてるんで上のこのアク下に落ちないんですね。素晴らしい。で1分10秒超えました。このぐらいで3投目を注ぎます。3投目、この時にここにある粉をめがけてこう優しく撫でてあげる感じで、このお湯のリボンをこうサワサワーっとこうね撫でてあげるような感じで注いであげるといいですね。で何秒とか何グラムとかめちゃくちゃみんな秒単位グラム単位で気にする人多いんですけど、気にしないでいいです。大体塩梅で大丈夫です。っていうのもね、やっぱ料理人の人とかもやっぱりオーブンでじゃあ10分焼きます、まだあと2分ぐらい焼こうとか全然あるじゃないですか。大事なのはもうこのコーヒーなんで、ぜひねこのコーヒーと対話しながらね美味しくなーれやってあげてほしいですね。たまにこれ匂いを嗅いであげるといいことが分かります。ちょっと酸っぱい匂いするとちょっともうお湯今足りてないっすの状態なんですね。でお湯がいっぱいあるとなんか若干ちょっとこうウッディななんかもうお湯足りてますみたいな匂いするんですね。なんで酸っぱい匂いしたらお湯注いであげてほしいです。でここで0を押すんですね。0を C の上げて、いいですね。これ342を目指します。はい、今です。はい、これで完璧にこの中が 200cc ということになりましたね。 201g かな。はい、こんな感じでアシッドコーヒーのフルのレシピ 16g 260注ぎの完成です。これ1回で 200cc 出るんで、なんか 2,3 人で分けるとね結構ちょうどいい感じがありますね。目覚めよスーパーフルーティーつってね、恥ずかしいですね。こんにちは。美味しい。美味しいでしょ。本当に美味しいでしょ。なんか若干マスカットを感じますね。そのパナマとかコロンビアとかのちゃんとガチガチに作ってるやつに比べるともうマスカット味もねやっぱりそこまで激しくはないんですけど、でも東南アジアでこんだけのクオリティ出せるのはさすがですね。結構やっぱコーヒーはその品種とかその育ちだけじゃなくてその後の乾燥工程がとっても大事なんですけど、このウォッシュとプロセス、水を使ってこのコーヒーのチェリーの剥いてヌルヌルしてる種パーチメントをこう洗ってあげるんですけど、これすごく丁寧にやられてるのを感じますね。なかなかここまでできません普通。本当にハイクオリティなルララオさんが作ってくれた本当にハイクオリティなラオスティピカウォッシュと、これは本当に僕も家で毎日飲んでる感じです。若干欠点豆が多くて焙煎後のハンドピックがめっちゃ大変なんですけど、愛情を込めて焙煎&ハンドピックしてるので皆さんぜひねこれデイリーコーヒーにもいいですし、なんかそれでいてなんかちょっとこう育ちというかめちゃくちゃ恵まれた環境じゃないのに本気で頑張ってる姿勢みたいなのをこう味で感じることができると思います。本当にこういいコーヒーだなというね。パナマとかコロンビアとかね、なんかゲイシャみたいななんかそういったファンキーさはないにしろ本当になんかいいねっていうコーヒーなんでね。品種はティピカ、もうザコーヒーの味もします。ちょっと浅煎りに仕上げてますんでね、皆さんこれ飲んでみてください。では目覚めよスーパーフルーティー。